さあようやく待望の秋のね、ベストシーズンがやってまいりました。エギゾウ劇場第2章開幕です。今回のエギゾウ劇場はエギゾウ大海原へ出るですね。タックルはね全くおかっぱりと同じタックルなんですけれども、今度ね岸から沖へ向かって投げるんじゃなくて沖から岸へ向かって投げる。だから誘い方も一緒ですし、テクニック的には同じなんですけれども、このボードならではの釣り方っていうのもありますんでね。でサイトで釣るもよしブラインドで釣るもよしですね。ぜひぜひエギゾウ第2章開幕なり。あおりあおり。がっつり抱いてる。よっしゃー、ナイスサイズ。秋もやっぱりあおりあおりよー。今回はボートからのエギングキャスティングですね。でもタックルはね、おかっぱりそのまんまですね。でボートから要は岸に向かって投げる、岸からこっちに向かって投げるのと逆ですね。でもやることは同じです。よいしょ。出てくるかな。見てもらった通り砂利浜があってところどころ霜りがあって、でも海中も同じような感じです。ところどころ霜りがあって、この霜りと霜りの間からイカが出てくるような感じかな。で出てきたやつをサイトで仕留める、そんな感じの釣りになりそうですね。もうテクニック的にはおかっぱりと全く一緒。ダートで寄せてボールで抱かせる。で見える範囲まで来たらサイトフィッシングを楽しむ。岸から投げて沖に投げるか、沖から岸に投げるか。おるような気もするな。よっしゃ、やっぱりおった。よっしゃー、おるような気がしたんですよね。外れた。墨玉だけ残して逃げていきました。お、来た。よっしゃー、来たぞ。これは遠くのポイントですね。近くじゃなくて遠くの。はい、ちょっと可愛いサイズですね。これね、サイトじゃなくてブラインドの釣りですね。で一旦ボトム取ってジャークしてホール、ジャークしてホールですね。まだまだこのサイズ、もうちょっと大きいやつ、次はねサイズアップを狙っていきたいなと思います。お、来た。よっしゃ、来た。今のは、岸に向かって投げて、でボトム近くまで沈めて、でダートさせて
ホールですね。でラインでもね当たり取れると思うんですけど、今のは言い食いしてるような感じだったので、しゃっくりが合わせになりましたね。結構ね襟を持ってぐんぐんぐんと引っ張っていくやつもいてるんで、刃先でも当たり取れますし、ラインがスーッと入っていくっていうのもありますし、ラインはずっと常に見てますね。襟が遠くて深いところにあるときはラインの動きに注意しておきましょう。よっしゃ来たー。これもサイトちょいサイズアップやね。で向こうの方から引きずり出してきたような感じですね。今の時期のアベレージかな。はい、サイトフィッシングで煽り煽り、煽り煽り。今回使用している襟なんですけども、襟象というタイプになります。で襟象ね、これが前色なんですけれども、エビ系ですね。エビ系が2色で、アジ系ですね。アジ系がこれ3色で、歌舞伎カラーと言われているものですねが全部で6色あります。で 2.5 号、3号、3.5 号のラインナップです。で秋はねだいたい 2.5 号から3号ぐらいで、冬から春にかけては 3.5 号というような感じのサイズになると思いますね。で秋ねやっぱり楽しみにしている人も多いと思うんですけれども、サイトフィッシングって言ってこう目で見ながらね、やってイカがねどういう反応をするのか、一部始終をね見て楽しむことができるので、そういうねサイトに向いてるのはやっぱりちょっと派手な色ですね。こういう色とか、こういうのもいいと思いますね。でサイトじゃなくてもボトムの釣りをやるっていうんであれば、割とこういうリアル系とかね、こういうちょっと地味なエビ系のカラーなんかが人気ですね。で襟象一番の特徴としてはやっぱりねこのカンナですね。フッ素コートしてある国産のハイクオリティのカンナ使ってます。でアオリイカね、ここを触腕で触りに来るっていうことはほぼないです。ほとんどの場合がここですね。ここを掴みます。結局それで当たりがあって合わせた時に後ろにスライドしてフッキングするっていう形になるんで、やっぱりフックっていうのがすごく大事なんですね。で刺さりのいいフックじゃないとやっぱりちょんとした触腕1本とかのね、当たりはやっぱりフッキングしないです。針カンナにねすごくこだわっているのがまず一つと、やっぱりここのノーズがねすごく細いんで軽い力でキレのいいダートします。これもねビギナーの人が扱いやすいっていう条件になると思います。やっぱりねもうビシバシビシバシしゃくのねやっぱりちょっと疲れるんで、もうちょんちょんと軽くしゃくってもらうだけで綺麗なダートします。あとはフォールの姿勢ですね。このフォールの姿勢がすごく安定しているので、イカがすごく抱きやすいというね姿勢になります。でこういう形でボトムステイすることもできるので、根がかりも少ないんでボトムステイの釣りにもぴったりですね。すごくね扱いやすくてオールラウンダーの襟がこの襟象ですんで、ビギナーの人からベテランの人までぜひエギング楽しんでください。これぐらいのサイズだったらねちょうど食べ頃サイズじゃないですかね。でイカを持って帰るならやっぱりこれがっつりバッグ、がっつりバッグですね。これねすごく便利なんですよ。ジッパーがねついてるんで、しかもダブルですね。ダブルジッパーなのでおすすめです。これイカだけじゃなくてね魚もいいし、でこれ自体に水を入れて凍らすこともできるんでめちゃくちゃ便利な袋です。がっつりバッグです。よろしくお願いします。晩酌のお供にアオリイカ、アオリアオリ。
これ来たサイトですね。これいつもちょい沖から出てきましたね。で結局一緒、下りの方から出してきてサイトで釣ると、おかっぱりでやるのとやることは全く同じです。いいかかり方、やっぱりカンナがね鋭いんで、もう絡みつくようにフッキングしてますね。エギゾウといえばこのカンナですからね。カンナ、はい、クリンとひっくり返してやってください。はい、元気に帰っていきました。でこれ必ずね隅はきれいに取り除いてください。隅だけじゃなくてね、毛が引っかかってたりゴミが引っかかってても必ず取り除く。置いてるわ、いてる追ってるよ。よし、外れた。かけ損なった。まだおる。2つ3つおるな。今これサイト中尺打っておる。抱いた。よっしゃー。ちょっとサイズアップやなこれで。もうね早く上げたい気持ちは分かりますけれども、強引にやり取りすると見切れするんで、これもねそのカンナじゃないとかかってない。よっしゃー、ナイスサイズ。いいエギゾウの 2.5 号、もうかなり来てますね。数釣りゲームだったらねやっぱり 2.5 号ですね。で3号があって 3.5 号で、大物狙いだったら 3.5 号、シーズンに合わせていろんなサイズ選んでください。これアジ系のカラーですね。歌舞伎系のカラーもよし、アジ系もよしですね。でロッドが振り出しモデル86の M ですね。でリーダーが弾丸フローロのエギングスペシャルの 1.755 というようなセッティングになってます。でこれもサイトでしたね。で2つぐらいちょうど同じぐらいのサイズのやつが出て、で1回触って乗らなくって、その次のフォローで釣れたという感じです。はい、今回のタックルなんですけれども、ソルパラの、SPXT86 の M、振り出しモデルですね。で8フィート6インチのミディアムパワーですね。でエギだけじゃなくて、小さなね 15g、20g ぐらいのメタルジグだとか、ミノメタルバイブ、そのあたりも全然普通に使えます。長さといい硬さといいエギングにもぴったりなモデルですね。でラインの方がこれ弾丸ブレードのエギングスペシャルの 0.5 号巻いてますね。でリールがバリスティックの3000番ですね。で必ず、その P ラインの先に結ばなければならないものがリーダーです。これで大体ねエギングの場合フローロのリーダーが使われることがほとんどですね。なぜフローロなのかっていうと、根ずれに強いから、対摩耗性ですね。フローロのリーダーを使うというのが基本になります。でそのフローロのリーダーもできればやっぱり対摩耗性に強いこのフローロで、しかもエギング専用のものですね。でエギングね基本的にはやっぱりボトムを取る釣りなので、知らず知らずのうちにやっぱりリーダーが擦れていることが多いんですね。だからやっぱり根ずれに強いリーダーを使うっていうのも、エギングでは必要なことですね。だいたい2号前後、僕は 1.75 号を使うことが多いですね。でリーダーの結束すごくね苦手な方多いと思います。でそういうねリーダーの結束が苦手な人はこういうね簡単リーダーっていうものがあります。 PE の方で輪っかを作って、こっちのリーダーの方にも輪っかがあるんで、その輪っかに通してピッとね伸ばすだけ。もう使用方法これパッケージにも書いてますんで簡単です。ものすごくね大きな魚を狙うっていうんであれば、そういう簡単な、結束方法ではちょっと不安かもしれないですけども、アオリイカのエギングで、そこまでねものすごい引きでっていうようなことはほとんどないんで、もうこの簡単リーダーで十分ですんで、普通にねリーダー結べる人はこれ結んでいただいて、苦手な人は簡単リーダーで遊んでください。
ちなみにこのソルパラの振り出しロット86の M、 ボートからだったら 80ML っていうのもあるんですね。ちょっと短めでちょっと繊細な竿。秋あおりだったら 80ML、 これもおすすめですね。 86M はまあ年中いけるオールラウンダー。 3.55 なんかもね全然ビシバシしゃくれますけど、 2.55 で繊細な釣りするんだったら 80ML。 このねエギゾウ劇場をご覧の人にもねぜひ見ていただきたい動画があるんですよ。それがね諸味木道場 P っていうやつ。道場長はなんとペルビー高子。前回ね諸味木道場で負けましたので、広瀬マンはねやっぱり集中しよう。ここおるな、多分ここ溜まってるんやな。もう手前までは来ない。来てるな。来た。ね、言った通り今のもいっぺんねかけ損ねたけどもすぐフォローさせました。このがっつり感見て、3、2、1、がっつり抱いてる。はい、連発ですね。本当にね軽いダートです。軽いダートで追わせてフォールで抱かせる。エギゾウね、カンナはねすごく自慢なんですけれども、フォールの姿勢が安定してるっていうのもビギナーにもおすすめな点です。ビシバシしゃくるもいいけれども軽いダートでしゃくってください。秋もやっぱりあおり。この絞りの横をダートさせながらフォール、ダートさせながらフォール、ダートさせながらフォール、そんな感じですね。重要なのはフォール姿勢、この角度です。この角度のフォール姿勢。ダートはこうでフォールの姿勢で、ボトムステイもこの状態ですね。見るからにイカが濃そう。よっしゃ、ここ大きな絞りがある。絞りの脇からわらわら出てきたらいいのにな。ダメだ、船が流される。今もねこれずっと1投ごとに違うところ投げてるんですね。おかっぱりでも一緒です。もう同じところにずっと投げ続けるんじゃなくて、できればね周りに人がいなかったら扇状に投げる。でもしそれができないんであればまずは手前に投げる。で手前をしっかりと叩いてからそれから沖へ投げる。でレンジもですね上の方のレンジやって当たらなかったら下の方のレンジもやってみる。同じところを同じことを絶対にやらない。狙う場所を変える、狙うレンジを変える。で誘い方もね激しいしゃくりからスローなしゃくりまでいろいろありますけれども、ぜひね渋い時はボトムステイも試してみてください。ボトムステイでしか反応しないっていうケースもあるんで、サイトでね釣れるのが一番楽しいですけれども、
浮いてこなければボトムの方もしっかり狙ってください。ボトムステイさせるのもね、やっぱりバランスのいいエギが必要になってきます。ボトムに着底した時に横にねコテンって倒れてしまうようなエギだと超過も半減ですし、何よりも根がかりが増えてしまうんで、そこも考えてエギゾウはバランスをすごく重要視してます。フォール姿勢にかなりこだわってますね。来た。今のはね、イカは見えなかったんですよ。エギですね。エギのちょっとね不自然な動き、それでのサイトフィッシング、これもありですからね。エギがね抱きつく様子は見えなかったけど、この背中ですね、背中がちょっとねぐっとひねったような感じだったんですね。でそれは多分これイカが背中のところを触ってぐーっと持っていこうとしたんでしょうね。そうやってね、ラインの動きでエギの動き、これで当たりを取ることもできますね。ぜひあなたの目で見てしっかりとね確認してください。数釣りモード爆釣中です。このエギゾウを使っていただいたでしょうかね。いやーでも今年はすっかりね煽りがねメディアを賑わしましたね。ここまでね煽りをね連発されるとは思わなかったですね。今狙ってるこの煽りイカ、非常に凶暴です。こうねこうって走ってるでしょ。もうバーってねバー降りてきて、で何ですかってこうビーって行ってくるイカ、これね非常に気をつけてください。しまった、それは煽りイカじゃなくて煽りだった。連日報道されてたのは煽りだったのか。でもねあれもね関西人で男、大体8割はイカやからね。もう気をつけた方がいい。ちなみに僕はねこのアオリイカのことをねキットさんって呼んでます。今もねだからさん磯とか霜りとか海藻の中に逃げたり隠れたりしないでください。そう言いながらねさんをこう探してます。キットさんすぐするからね、あれ。そのくせ私しませんから、あの発言にはちょっとね多分日本全国全員がズルーってなったと思いますけどね。私たちしませんから、おいおいおいどの口が言ってるんだいってね、そんな煽りもありますけれどもね、当エギゾウ劇場の煽りはそんなことは一切ありません。安全かつ楽しい煽りをねぜひエギゾウで楽しんでください。ただ一つね気をつけてほしいのは関西人には気をつけろと
そういうことです。僕がことは一生ないでしょうからね、言いたい放題ですよ。一つ格言、関西人8割は気をつけろ。格言その2、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、乗るならエギゾーに乗りなさい。煽りからね、その飲酒運転撲滅まで、このエギゾー劇場はイカ釣りのみならず幅広くアピールしていきたいなと思います。飲んだら乗るな、飲むなら乗るな、乗るならエギゾーに乗れ。当劇場は世知辛い世の中をぶった切る。煽り煽りの運転にぜひご注意ください。ぶった切る。来た。これはもう最初のホールですね。あっちの砂浜側の浅いところやね、もう本当に水深50センチぐらい、そういった浅いところでもやっぱりね、秋の煽り煽りはね高ポイントになりますんで、シャローを攻略、これも秋のね一つの戦略ですんで、軽めの 2.5 号のエギがぴったりですね。今回はねボートからのキャスティングゲームでしたけれども、アオリイカのねボートゲームっていうとね、最近ティップランエギングがねすごく、イメージが強いと思うんですね。で、ティップランはティップランでね、もう少しね、晩秋から冬の釣りなんですけれども、この秋のね、ベストシーズン、これはねこのキャスティングのね、エギングですね。でタックルもねもうおかっぱりのタックルそのまんまで使えます。だからねティップランみたいに特別な竿、特別なルアーっていうのはもう全く必要がないので、ビギナーの人にとってはこちらの方が、スキルアップにもつながりますんでおすすめですね。岸の方に向いて投げるんで、サイトフィッシングも遠くからサイトができるっていうのがねあるんで、そこがちょっとおかっぱりとは違う点ですけれども、勉強になることがたくさんあります。これ必ずねおかっぱりの釣りにもすごく生きてくるので、ボートからのエギングゲームぜひね皆さんも楽しんでください。このエギゾーね今 2.5 号ですけれども、そろそろね3号 3.5 号が必要な季節になってきてると思いますんで、そちらの方の準備もお忘れなく。秋エギングももちろん煽り煽り。